Some carry hate. We carry the largest trans pride flag to ever be flown in a national park and unfurled it on the side of El Cap to prove a point that trans is natural. The Trump administration and transphobes would love to have you believe that being trans is unnatural, but species that can transition sexes can be found on every continent and in every ocean on planet Earth. Will never be defeated. 通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、カリフォルニアの国立公園、ヨセミテ国立公園からの話題になります。今回ですね、この従業員が、このね、ヨセミテ国立公園の岩山に勝手にプライドフラッグを掲揚したとして、今回ですね、なんと解雇になりました。さらにはですよ、これのね、協力者も含めまして、刑事告訴される可能性も出てきたということで、大ごとになっているんですね。現在ね、その当人がお気持ちも表明しているようですので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、何やら見えておりますが、今回の件はですね、発端は数ヶ月前に起きました。カリフォルニアのね、ヨセミテ国立公園のレンジャーが、その公園内にあるエルキャピタンで特大のプライドフラッグを掲揚したんですね。で、この時も話題になっていたんですが、今回ですね、そこに進展があったということで、これがね、また大変話題となっております。ちょっとね、順を追って見ていきましょうね。ヨセミテ国立公園でトランスジェンダーフラッグを掲げたレンジャーが解雇され、公園訪問者がプロセキューションされる可能性もある。ということで早速ですが、こちらですね。プロセキューションとあります。こちらが本日のキーワードになります。Prosecution。法廷でその人に対し訴訟を起こすことにより、誰かが違法行為を起こしたとして公式に告発する行為。ということで、こちらのね、プロセキューションというのは起訴という意味になります。で、文脈によりましてはね、この起訴を含む一連のプロセスのことを訴追と言いますよね。そっちで訳すこともあるんじゃないかなと思います。起訴や訴追、こういった意味になります。ということで、こちらはヨセミテ国立公園でトランスジェンダーフラッグを掲げたレンジャーが解雇され、公園訪問者が起訴される可能性もある。ヨセミテ国立公園のレンジャーがエルキャピタンにプライドフラッグを掲げたとして解雇され、一部の公園訪問者もドナルド・トランプ大統領の下で強化されたデモ規制に基づき起訴される可能性がある。コウモリを研究するレンジャーで生物学者のシャノン・ジョスリンは5月20日にカリフォルニア州の公園内メイン通りを見下ろす有名な岸壁に、これがエルキャピタンですね。幅66フィート、これ約20メートルです。のトランスジェンダープライドフラッグを約2時間掲げた後、自主的に下ろしたと語った。先週、ジョスリンに届いた解雇通知には、この5月の出来事を理由に生物学者として許容される行動を示さなかったと記されていた。ということで、こちらがね、今年の5月に起きた事件で、ここに見えてますね。このプライドフラッグ。これをですね、ヨセミテ公園のエルキャピタンに掲げました。で、これをやったのが、ここの従業員ですね。ここに見えておりますが、シャノンさんでした。この方ね、コウモリ研究してるということで、ここにね、コウモリちゃん肩に乗せておりますが、この人ですね、ノンバイナリーなんですね。で、こうやって見るとね、普通の女の子のように見えますが、割とね、それはこのインスタでも主張されておりまして、ここね、こんな感じでね、髪を切りましたと。そしてここにもね、はい、ありますね。アクティビスト気質が見え隠れしていると。で、これが5月の出来事だったんですが、今回、この国立公園から解雇を言い渡されてしまったと。で、今回の件に関してはですね、このシャノンさんの単独行動ではありませんでした。ここに加わっていましたのが、こちらね、非常にインパクトがあります。パティゴニア。ウィン・ワイリーは、パティゴニアという芸名で知られるドラッグクイーン、環境活動家、LGBTQ+ 活動家、そしてコミュニティオーガナイザーです。パティゴニアはドラッグクイーンの時は she, they のプロナウンを使用し、普段は he, they のプロナウンを使用します。ややこしい。皆さん覚えましたか？ちゃんとね。これ間違えますと、訴えられる可能性ありますからね、向こうでは。大丈夫ですか？ドラッグクイーンの時は she, they を使ってください。それ以外の時は he, they を使ってください。ね。ちゃんと覚えてくださいね。まあ、この場合は they, them を使っておけば間違いありません。どっちの時もね。で、こちらにもね、書かれているんですが、国立公園の報道官、レイチェル・ポーリッツは8月18日に NBC ニュースへ、ヨセミテ国立公園の複数の職員に対して行政処分を進めており、さらにデモに関連する連邦法や規則に違反したとされる複数の公園訪問者に対しては、刑事訴追の可能性もあると述べた。ということで、シャノンさんに関してはね、すでに行政処分が下されているということなんですが、このシャノンさん自身もですね、刑事告訴の可能性があると、本人が語っています。で、今回ね、なんでこんなことをしたのか。現政権からトランスジェンダーの人々を狙い撃ちにする政策がたくさん出ていて、本当に傷ついていたんです。私はノンバイナリーなんです。旗を掲げたのは、国立公園ではみんな安全なんだというメッセージを伝えるためでした。こちら、インスタのコメントです。
一生に一度行けるかどうかの寄せ見てに行ったのに、あの山にこれが掲げられていました。自然の美しさを心から楽しみにしていたのに、自分のことしか考えていないんですね。解雇されて本当に良かった。他で仕事を見つけられるといいですね。エルキャピタンは旗やバナーで個人的な主張をする場ではなく、敬意を払う場所です。そこに何かを掲げることは声明を出すことじゃない、傷跡を残すことなんです。彼女は解雇されました。世界は癒されつつあります。でね、ここにも書かれているんですが、この政権はあなたたちの歴史や国立公園を検閲し続けようとしていますということで、これね、トランプに対しての抗議行動なんですね。明らかに。で、ここに至るまでのベースというのがありまして、その一つがこちらになりますが、ヨセミテ国立公園で雇用削減に抗議する労働者らが逆さまの米国旗を掲げた。ということで、このね、トランプ政権というのは国立公園の予算削減に動いておりまして、それに抗議した従業員たちが、ここね、国旗逆さまになってますね。こういった抗議行動をしたと。そしてさらにこちらですね。国立公園局は、ストーンウォール記念碑のウェブサイトからトランスジェンダーという言葉を削除した。ということで、こちらではね、ここにあるんですが、この国立公園局がね、ストーンウォール国定公園のウェブページからトランスジェンダーという言葉を消して、さらには LGBTQ+ の頭文字から T と Q が消されました。LGB になったということですね。このね、LGBTQ から T と Q を切り離そうという考えは、以前から結構言われてますよね。で、実際にこれをやったと。で、ちなみにこれね、脱線してしまうんですが、軽く触れておきますが、こちらですね、エドワード・フェーザーという哲学者がいまして、この方はですね、LGB と T を切り離そうという運動は矛盾しているという立場をとっています。こちらね、実際にポストしているんですが、T 抜きの LGB というやり口は、今まさに目の前で進行している新しい保守主義の標準になるだろう。しかしそれは幻想だ。T は LGB と同じ前提から導かれた結果であり、両者は一緒に成り立つか一緒に崩れるかのどちらかだ。ということで、簡単に言いますと、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルというのは生殖に関する生物学を無視した考え方から成り立っているものなんだと。で、T、トランスジェンダーも同様で自分の性自認を前提にした考えですよね。つまり突き詰めれば LGB も T も同じ前提から成り立っている理論なので、切り離すことはできないんだと言ってるんです。つまり LGB と T を切り離そうという考え方は矛盾していて、全てを認めるか全てを否定するかしかないという考え方ですね。ちなみにプクタはこれね、賛同しないんですが、ちょっと詳細話すとね、長くなっちゃうんで割愛しますが、こういう考えを提唱する哲学者もいるということは頭に入れておいてもいいかもしれませんね。つまり今回のこの旗の掲揚というのはたまたまね、こちらにトランプ大統領いますが、この政権に対しての抗議行動だったというのはもう明らかなんですね。こういった流れがあり、5月のこの一件につながったと。で、このね、ヨセミテ国立公園というのは、プライドをね、否定しているわけではありません。なんならですね、このプライドイベントというのを公園でね、開催してるんですよ。こんな感じで。すごいでしょ、これ。じゃあなんで今回の件がダメだったのかと言いますと、こちらに書かれているんですが、5月21日、同公園の副監督代理、ダニカ・グロボカー氏が、エルキャピタンでの大型旗や、バナー、看板の掲示を禁止する新しい規則に署名したとタイムズ紙が報じている。この禁止措置は5月20日付の国立公園局の規則集に記載されており、エルキャピタンで相次いだ抗議活動がニュースで大きく取り上げられたことを受けて施行された。ということで皆さんこれお気づきになりましたか？ここね、日付よく見てください。この新しい規則に署名したというのはこちらです。5月21日なんですね。で、この旗の掲揚が起きたのが5月20日でした。つまりその翌日にこの規則署名されてるんですね。なんですが、この規則はですね、こちらです。5月20日付の国立公園局の規制集に記載されたと。つまり1日遡ってるんですね。わかります？これ時間が逆戻りしてるんですよ。ということでこのシャノンさん、これはおかしいじゃないのと。これまでもね、こういった例はあったのに、なんで私だけ解雇されちゃうの？このように言っているというわけだったんですね。そしてね、こちらのシャノンさん、この仕事がね、大好きだったということで、じゃあなんでこんなことすんだよって話ですが、この職を取り戻したいとして、インスタに声明を出しているんですが、これもね、よくわからないんですね。私は NPS、これ国立公園局ですね、の常勤パークレンジャーという夢の仕事を憲法修正第1条で保障された表現の自由を行使したことで解雇されました。5月、私は自分のアイデンティティを受け入れたことを祝うため、エルキャピタンにトランスジェンダーの旗を掲げました。これは私の自由時間、非番の時に詩人として行ったことですということでですね、トランプ政権をね、あれだけ批判しているにもかかわらず、これはね、自分のアイデンティティというのを祝うためにやったことなんだと。個人的なものだったんだって言ってるんですよ。だったらなおさらダメだろって話になっちゃいそうですが、私は自分の権利を守りたいし、キャリアを取り戻したいです。だから助けてください。皆さんの力が必要ですと。あなたの仕事は自然を守ることです。プライドは政治組織であり、公共の公園には居場所がありません。そんなに自分の仕事が好きだったら、個人的、
政治的な信念は自分の中だけに留めておくべきだったんだよ。自分の信念を自然の中にぶちまけて、その美しさを台無しにできると思っている人たちには本当にうんざりする。あなたは解雇されて当然だ。国立公園局がよくここまで思い切った決断をしたものだと驚いているよ。よくやったと思う。結果には責任が伴うんだ。君には自分の好きなことをする自由があるけど、雇用主にも君を解雇する自由がある。もし私が職場で許可もなく勝手に旗を上げたりしたら、私だって同じようにクビになるだろう。こちら、パティゴニアさんいますね。まず第一にこれは、あなたの憲法修正第一条で保障された権利への直接的な侵害です。これは、不正義に反対する人々の声を封じ込めることに他ならないし、私たちはそれを許してはいけない。っていうことはやっぱりこれ抗議行動だったということになっちゃいますよね。公園を政治から守ろう。夢の仕事にさようなら。寄せ見てを政治的な場にしないでほしい。自然を見に来ているのに、旗なんて見たくない。パークレンジャーとして君の仕事は公園の自然美を守ることでしょう。君の旗は明らかにその使命に反している。それと正直な疑問なんだけど、トランスやノンバイナリーっていう流行りの一部にいる人たちは、なぜ他人に自分たちの存在を認識させて、祝福させて受け入れさせようとするんだ。自分が自分であることを他人の承認を求めずに幸せに感じることはできないの。まるで他の誰もが同意してくれない限り、自分のアイデンティティを信じられないみたいだよ。はい、ということで本日はですね、ヨセミテ国立公園のレンジャーがエルキャピタンにプライドフラッグを掲げ、その後解雇になってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。最後のね、コメントが全てなんじゃないかなと思いますよ。あそこにプライドフラッグを掲げたのは、自分のアイデンティティを受け入れたということを祝福するためだったんだなんてことを言っておりますが、一般的に考えてですよ、なんでそんなことが必要なのって話になるじゃないですか。これはね、政治信念とかそういう問題じゃなくって、常識の話でしょ。で、それを自然を守るはずのパークレンジャーがやってしまうというのは、もう規則がどうであれ、もうその人の資質の問題なので、クビになって当然なんじゃないかとプクタは思いましたね。もう何するかわからない人ってことになっちゃうんでね。本当にね、こういった活動家のために、その穏健派のね、T や Q の人たちの肩身が、どんどん狭くなってしまうというのは、本当良くないなと思いますけどね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。